こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日は私が10年以上使っているキッチン用品をそれぞれのストーリーとともにご紹介していきます。今日は私が10年以上使っているキッチン用品をご紹介していきたいんですけれども、やっぱり10年以上使っているとそれなりに思い入れとか思い出があるので、そういったストーリーも一緒にシェアできればと思います。今日は動画の最後にお知らせがあるので、ぜひ最後まで動画を見てください。一つ目にご紹介するのはこちらのオールクラッドのフライパンです。こちら普段自宅の方で使っていて、あまり撮影では登場してこないので、初めて見たなっていう方もいらっしゃるかもしれないですが、こちらのフライパンは私が初めて自分のものとして手にした本格的なお鍋で、もともと私は高校からアメリカに留学をしていたんですけれども、大学1年までは寮の方で生活をしていて、で大学2年からは寮を出て、でルームメイトと部屋をシェアしながらアパートを借りていました。それまでは寮の共同キッチンで週末にちょっとお料理をするっていうことはあったんですけれども、本当に寮を出てから本格的にというか毎日お料理をするようになって、すごくお料理にハマっていった時に、その時にお付き合いしていたボーイフレンドがこちらのフライパンをプレゼントしてくれたんですね。オールクラッドはアメリカでは結構メジャーなブランドなんですけれども、その時学生で全然自分では手が出るような商品ではなかったので、プレゼントしてもらえてすごく嬉しくて、テフロン加工とかしていない本格的なお鍋なので、最初は食材を焦がしてしまったりとかいろいろ失敗はあったんですが、大学の寮生活は大学のキャンパス内のカフェテリアとか食堂とかあんまり美味しいものはないですし、ヘルシーなものもなくて、みんな割と食べ物に苦労していたんですね。でそんな時に大学の同級生とか後輩とかを自分のアパートに招待して、このお鍋でたくさんの餃子を焼いて振る舞ったり、そういう大人数のお料理をたくさん作った思い出があります。オールクラッドのフライパンやお鍋はしっかりと予熱をして使ってあげれば、無水調理鍋のように使うことができるので、本当に少しの水分や油ですごく美味しく食材が仕上がって、深さも大きさもあるフライパンなので、本当にたくさんの量のお野菜を蒸したり炒めたりするときにとても重宝して、ほぼ毎日のように使っています。2つ目にご紹介するのはこちらのキッチンでもおなじみのルクルーゼのお鍋です。アメリカの寮を出てアパート生活を始めてから、アパートに大体そのお鍋とかフライパンとかキッチン用品が揃っていたので、最初は自分のお鍋とか買う必要はなかったんですけれども、オールクラッドのフライパンもそうですし、こちらのルクルーゼのお鍋は本当に自分のキッチン道具を持つ楽しさだったり嬉しさっていうのを教えてくれた最初のお鍋でした。オールクラッドのフライパンはステンレススチールなので、10年以上経っても割とピカピカなんですけれども、こちらのルクルーゼのお鍋はやっぱり表面がエナメル加工なので、少しずつエナメルに細かい傷がついたりとか、あと色がついたり、それがまた使い込んだ感じになって、このお鍋ではシチューとかスープとか煮込み料理だけではなくて、蒸し料理とかちょっとローストしたものだったりとか、ご飯を炊いたり、本当にたくさんのお料理を作ってきたので、思い出がいっぱい詰まっています。ルクルーゼも調理にちょっとコツは必要なんですけれども、そのコツさえ押さえてしまえば本当に何でも美味しく調理できて、そういう性能の高さだけではなくて、やっぱり自分で使い込んで自分のものにしていくっていう一生の宝物になるものだと思います。あとはキッチン用品の小物類なんですけれども、こちらのチーズグレーターとミニゴムベラと、あとはこの穴の開いたお玉みたいなものです。私がアメリカに住んでいた時に、キッチン用品を買うというと、大体メジャーなキッチン用品店っていうのはクレイトン・バローっていうお店とウィリアムセン・ソノマっていうお店で、クレイトン・バローはキッチン用品の本当に何でも屋さんという感じで、K マートとかターゲットほど安くはないんですけれども、それでも庶民的なお値段で何でも揃うということで、私はよく利用していました。セレクトショップのようにいろいろなメーカーやブランドのキッチン用品がある他に、クレイトン・バローのプライベートレーベルの商品とかもあって、こちらはそういったもので
クレイトン・バローっていう刻印が入っているものなんですけれども、こちらの、チーズグレーターは、クレイトン・バローで買ったことは覚えてるんですけど、そういう刻印とかもないですし、全然もうどこのメーカーのブランドのものかもわからなくなってしまったんですが、最初は大根おろしを買いたいと思ったんですけど、アメリカなので、今もしかしてあるかもしれないですけど、その当時大根おろしって売ってなかったんですね。なので、それに一番近いものとしてこちらの、チーズグレーターを買ったんですけど、チーズグレーターなので大根をおろそうと思ってもあんまり大根おろしっぽくはならなくて、シュレッドされてしりしりのような形になるので、大根だけではなくて人参とかきゅうりとかしりしりするのにすごく便利で、今でもすごく使ってますし、ニンニクとか生姜をささっとお鍋にすりおろし入れたりするのにもよく使っています。動画でもたびたび登場していて、実は結構これどこで買ったんですかって聞かれることも多いんですけど、今アメリカのクレイトン・バローに売っているかもちょっとわからないぐらいのもので、日本だとこういうハンディなチーズグレーターはもうちょっと目が細かくって、もうゼスターぐらいの感じのものは見たことがあるんですけど、あんまりこういう形のこの目の大きさのものは見たことがないので、クッキングイベントをレンタルキッチンで行った時も、キッチン用品とか全部揃っているんですけど、これはちゃんと持参して持っていくほど気に入っているので、これからもどんどん活躍してくれると思います。で、こちらの2つを買ったクレイトン・バローっていうお店が、そういうちょっと庶民的なお店であるのに対して、ウィリアムセン・ソノマっていうのはもっとハイエンドで高級なキッチン用品ストアなんですね。で、そのウィリアムセン・ソノマで購入して今も使っているのがこちらのミニゴムベラ、シリコン製のゴムベラで、ウィリアムセン・ソノマもクレイトン・バローと同じようにセレクトショップでもあり、ウィリアムセン・ソノマの商品もあるっていう形で、こちらはウィリアムセン・ソノマの刻印というか、彫りが入っているプライベートレーベルの商品になります。で、形状が少し2つ異なっているんですけれども、両方ともすごく使いやすくて、多分ウィリアムセン・ソノマの中でもベストセラーのような商品になっていて、今もこのシリコンの形状とかは進化してきているんですけれども、いろいろなカラーで色で同じ商品が販売されていて、そういう商品の良さだけではなくて、やっぱり私にとってはウィリアムセン・ソノマっていうのは憧れのお店で、そのウィリアムセン・ソノマで小さいものなんですけれども、1個多分7ドルとか8ドルとかそれぐらいのものなんですけれども、やっぱりゲットできたっていう嬉しさが思い出に残っているものです。で、シリコンをよく見るとちょっとやっぱり傷とかはついてきているんですけど、全然外れそうな気配もないですし、これからもどんどん活躍してくれると思います。ということで、今日は私が10年以上使っているキッチン用品をそれぞれのストーリーとともにご紹介しました。で、今日のお知らせなんですけれども、こちらの TBL キッチンスタジオを DIY でセットアップしてから早いものでもう1年半が経ちました。私たち夫婦は今長野県の山の中に家を建設中なんですけれども、そちらの家がとうとう今月末に完成することになりまして、こちらの TBL キッチンスタジオは全て解体してというかバラして、来月から撮影は長野のお家の方で行っていきます。そこでこちらの TBL キッチンスタジオでの最後のイベントとして、オンラインにはなってしまうんですけれども、オンラインクッキングクラスを開催します。1時間半ぐらいのオンラインクッキングイベントになるのですが、前半の1時間ぐらいは私がクッキングをデモンストレーションして、で、後半の方は参加者の皆様と、作ったものを見せ合ったりとか Q&A をしたり、オープンにトークをしながら、こちらの TBL キッチンスタジオのお別れ会パーティーをしたいと思います。来週土曜日13日の夕方5時からと14日日曜日のお昼前11時からの2回開催しますので、ご興味のある方は下の概要欄から詳細をチェックしてみてください。皆様とオンラインでお会いできるのを楽しみにしています。それでは See you next time!